はいよ、醤油。はいよ。はいよ。語彙力がなくなるくらいめっちゃ美味しいです。これ全部ひねのガラス。はい、中華そば出ます。すんごいうまくてさ、腹もうパンパン。粒がめっちゃ分厚くて食べ応えがあります。どうぞ。はい、いらっしゃいませ。ずっと飲食ですね。5月11日にここをオープンして福井屋とカツ丼っていうのもありますし、うちのカツ丼はちょっとこの辺のカツ丼と福井のもともとあるカツ丼と変わってるんで、まあ、そういうのでちょっと勝負してみたいなっていうのもありまして、地元のお肉屋さん、肉屋さんが幼なじみなので、そこからおろしてる鶏肉です。国産のソースで鶏メインで、ちょっと豚の背ガラもちょっと入ってきましたね。もともとおでん屋をしてた時に一歩って名前でやってたんで、その1取って今息子が2歳なんですけど、息子の名前一文字取って新たな挑戦じゃないけど一新するっていう意味でちょうどいいなと思って一新でしました。150ぐらいですかね、平均して大体。土日はやっぱりちょっとね多めになります、やっぱりね。で予想はもう25年ぐらいかな。これがバッター液です。衣の方ですね。カツの衣です。カツ丼の時は味付け白だし。そうですね。この辺の年配の方みんな中華そば好きなんですよ。あっさり醤油って感じですね。はい。御殿地とは付き合い長いんですよ。そうですね、小学2年生ぐらいですかね。少年野球もずっと一緒でやってたので、僕もこういう飲食店経験もあるし、その日によって違いますけど、大体150から200ぐらいじゃないですか。肉質は結構柔らかくて、油も甘いんで、もう結構いいお肉やなと思います。並の方が外国産になります。で上の方が国産になります。で外国産もでも全然美味しくて、まあいいですね。脂身も少ないんで、逆にあっさり食べていただけるならそっちの方がいいかもしれないです。で国産の方はもう油に甘みが乗ってるので、こってりとまではいかないですけど、豚の脂楽しんでもらうのはそっちの方がいいかな。黒いお塩なんですよね。ソースとんかつ用の。1
1日昼夜合わせると180とかですかね。昼で大体100人近く来ますんで、夜も定食屋に居酒屋要素がちょっと入ってきたって感じです、はい、一緒のやつが食べたいとファンの方がまず来てくれたりするんで、うちはねもともと出してるメニューを出したので、とじない醤油カツ丼で地元の醤油使ってるんで。でもまあ福井はソースカツ有名なんで、もうソースもやっぱちゃんと作ってて美味しいんで。忙しいとやってられる。大体そうですね、1日で8升ぐらいは。こだわりというと細麺ですね。うちは専門店のその、特注麺を使ってます、はい、これ全部ひねのガラス、親鳥のソースをすべて。はい、いってらっしゃい。きれいにこしてなんかそれを自分の口に合わせて作ったタルタルなんですよ。これピクルス一切使わず玉ねぎだけなんですよ。まあ地元のらっきょう、それをちょっとアクセントに入れてます。卵は全然使ってないんです。普通卵の潰したやつで入れるんですけどもね、結構でもアクセントに使ってるらっきょう、いい味出てますよ。ありがとうございます。はい、はい、はい、いいよ。ちょっと待ってな。はい、すいません。じゃあ、はい、どうもご苦労さんです。はい、すいません。昔の上手なとんかつ屋さんみんなそれで美味しい肉なんですけどね、形をやっぱりね整えてっていうのがあるんでね、綺麗なね形のやつを出したいんで、コロコロステーキっていうのを出してるんですよ。だからそれに全部回すんで、お子さんに食べてもらいたいんでね、なるべくならまあ脂身も少なめに柔らかくという形で。はい、こういう感じで仕込んでいきます。表面に。そうです。これで1日寝かせます。珍しいと思うんだこれ、洗うのって。鳥って足が速いんですよね結構。それが嫌なんでさっと水洗いをして、
はい、失礼します。はい、じゃあ案内してみて。順番にご案内します。岡田様2名様。はい、すいません。テーブル席手前の方から詰めてお座りください。辻本様3名様。はい。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。カツ丼の方です。オッケーね。はいよ、上の醤油も上がります。これがか。あ、これよりです。はい、上醤油上がった。はい、はい、お願いします。これ4番。おもり醤油上がった。上。はーい。よいしょ。ささみ醤油上がった。はい、よかったら買おうか。うん。いいよ。よいしょ。しました。ささみカツ丼のソースです。はい、お待ちします。どうぞ。はい、テーブル4行きます。失礼します。カツ丼のソースです。ありがとうございます。はい。丼一つ大盛りお願いします。はい、上カツのソースが上がった。はい、中華そばお願いします。ね、それの上です。上の大盛りね。はい。はいよ。はい。すんごいうまくてさ、腹もうパンパン。じゃあ簡単一さんどれより簡単一任命されたね。はい、醤油とソース上がりますね。はい、ソース上がった。はい、中華そば出ます。はい。お待たせしました。カツ丼ソースです。はい、すいません。はい、どうぞ。はい。熱い？熱い。ありがとうございます。カツ丼食べるの何回目ですか？2回目。あ、お味どうですか？美味しい。こんな細い麺を食べたの初めてなんですけど、前来た時はカツ丼食べてたので、細さがいいかなと思って食べてます。はい。あっさりして美味しいです。で、シナチクも美味しいですし、量がたっぷりなのでお腹膨れます。米は言った方がいいです。もちろんもちろん。3分の2。小で。大盛りが。この3つ全部醤油。うん。はい、よろしく。これが小やな。はい、そうっす。
ツ丼ソースです。お待たせしました。はい、1番さんテーブル OK。はいよ、醤油。はいよいいよまず紹介いきます。3組お待ちです。はいよー。はいよ。はい、よろしく。カツ丼醤油です。はい。失礼します。ではごゆっくり。カツ丼のソースですね。どうぞ。カツ丼の量、ご飯の量は普通盛りでよろしかったですか？これじゃ下手くそなっつった。はいよ。はい、中華そばです。テーブルにはいよ。2名様入りました。はいよ。出ます。ありがとうございました。どうも。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。これ別々のとこよ、これ。あ、そうね。はいよ。中華そばです。器は手でお気をつけください。一瞬切り替えありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、醤油上がった。カツ丼の醤油です。Google マップですごい口コミが良かったので。ソースカツ食べたいなと思って調べたらちょっとたまたまやったんですけど、すごい人並んでたんで入ってみたらすごい美味しくてびっくりした。本当にすごい美味しくてあったかいです。やっぱ藤井聡太さんが食べただけあるなと思いました。丁寧な味で。ありがとうございました。ありがとうございます。はいよ。おい、ごめん。はい、カツ丼一つ。はいよ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。今日は肉うどんを、はい、中華そば出ます。肉うどんですけど、息子結構はいよー。はいよ。はい、中華そば出ます。座敷8番。はい、行きます。はいよ、大盛り。お待たせしました。カツ丼ソース大盛りです。
これもう一個やろ。3組おかずですけど、3名、4名、4名です。はいよ。はいよ。レモン乗ってます。はいよ。はいよ。よし。はい、テーブル4。ソース大盛りです。はいよ。今日は閉じないカツ煮、知り合いに勧められて食べたんですけど、なんか下の卵がめっちゃふわふわで、あとカツがめっちゃ分厚くて食べ応えがありました。今日食べたカツはソース味のものだったんですけど、卵とソースの組み合わせがすごい絶妙な感じで美味しかったです。ソースじゃなくて醤油のやつも試してみたいと思います。これでちょっと水を切るんですよ。うん。水分ちょっと取って、筋取りで本当にもう新鮮ないい肉持ってきてくれるんでね、美味しいささみですよ。めちゃめちゃ色いいですもんね。そうですよね。今日はもう大体明日が平日なんで、大体30本。土日ぐらいになってくるとやっぱり80本ぐらい仕込んで置いておきますね。今行きます。座敷8番オーダーお願いします。はいよ。ミニバイ大盛りと漬物2つもらって。はい、僕。カツ丼ソース普通盛りです。はい、はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。めっちゃうまそう。めっちゃうまそう。めっちゃ美味しそうなんだけど、やばそう。はい、お待たせしました。カツ丼醤油ご飯大盛りです。はい。はい。すごい、あ、ネギが。まあ、上カツ丼ソースご飯大盛りです。はい、失礼します。ありがとうございます。おお。いただきます。で、3190円ですね。ご接種すいませんでした。ありがとうございます。語彙力がなくなるくらいめっちゃ美味しいです。何回でも食べれるぐらい飽きないので、上カツ丼を頼んだんですけど、本当油が美味しくて最高でした。上カツ丼のソース大盛りを頼みました。はい、中華そば出ます。はい、お願いします。はいよ。はい。はい、ソース上がった。今上がりますね。はい。
ございます。ありがとうございました。どうも。はい、中華そば出ます。はい。はい、お願いします。はい、調子より上がった。はい、カツ丼大盛り醤油。ふみちゃん、ちょっと待って。もう232でもそれで止めて。はい、ソース普通盛り。幸せ。はい、醤油普通盛り。はい、いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。はい、カツ丼2つ出ます。はい、ソース。座敷。はいよ。ありがとう。はいよ。はいよ。お待たせしました。カツ丼醤油ご飯大盛りです。はい。はい、どうぞ。大笑いしてる。終わらしてた。これが取れればね、一番の理想なんですけど、なかなか。いや、これいいですね。いや、もしかしたらそうかもしれない。よいしょ。おかしいな。ああ、なるほど。昔言われてる手持ちなら悪いかな。これ。うん。あ、知った。みたいな。それこしたさすがに食べる。タイトル通りの。熱いぞ。匂いだけで。あ、まかないだけでか。匂いだけです。あ、そうやな。これ。お疲れ様。はい、お疲れ様でした。いただきます。もう一回お湯通せばよかったな。ちょっとがぬるなったやっぱり。味も美味しかったしボリュームもたくさんあってよかったですね。
他では味わえない油の甘みがとても良かったです。油がすごい乗ってて、大トロってやつなんですよ。なんつますか。お米がすごく美味しいから進みますね。ランチを目当てに来るお客さん結構いらっしゃるんで、昼間も結構来ると思います。この3つが160度で、こっちが180度、2度揚げしてるんで。
前の日のうちに今日のお昼分は終わらせてしまうので、お昼終わった後にその日の夜と次の日のお昼分をまた仕込むみたいな感じで、あれはランチのメニューしかないんですけど、結構人気あります。メニューでロールカツってあるんですけど、それのチーズベーコンを、はい、を今仕込み中ですね。平日はお昼は多くて、普通に来てくれれば100人以上が来てくれるんですけど、多いですね。お昼もこのサラリーマンの方とかよく来てくれる方多いですね。これはクイーンポークが、メニューにある極上ロースっていうやつ、あともう一つ大和豚っていうのを使ってるんですけど、両方群馬県産ですわ。これがまあバランスいいお肉で脂が甘いんですわ。今全開なんです。2つ火あるんで、外側を1回消して7分ほど経ったら真ん中弱火にしてから5分ほどで炊き上がります。全部で25分弱。揚げて、ここでホールディングしながら火通していく、完全に揚げるわけではない。これはもも肉ランチ用なんだ。これはヒレカツなんだけど、これはもういつでも使う。ではおかわり。
は味噌カツランチ。はい。中華ラストいきます。ご飯は大中小どうされますか？えい。お待たせしました。ヒレカツランチです。シャでー。こういう時がカキフライメインにしとるんで、カキの肉まんを極上ローストアジフライにお待たせしました。ついてるものはアジフライにどうぞ。ご飯とキャベツおかわりおっしゃってください。サービスです。何注文されたんですか？ロースカツ定食、お米が最高です。フライ用か。いや、わかんない。お待たせしました。ライアンチュードってお待ちください。本題2つ。キャベツを買い上げてください。
ごまがすごいな。ご飯もなんか炊きたてって感じで油がすごい乗ってて、大トロってやつなんですけど、なんか油が乗っててすごい美味しかったです。うちのは粗めのやつで糖分が高めのやつにしてます。いらっしゃい。ジャンボお待たせしました。お熱いです。気をつけてください。中2つです。ご飯とキャベツおかわりできます。お食べください。柔らかいし美味しかったね。私は今日初めて連れてきてもらったんだけど、ちょっとお腹いっぱいになりました。満足です。素材がいいなっていうのと、やっぱりジューシーなのと、やっぱりカリッとこう出てきてボリューム満点だし、ガツガツと食べられますねと。たまにやっぱりガツンといきたいよねっていう感じで寄らせていただいてます。いつもながらに美味しいです。はいいらっしゃいねい。いらっしゃいませ。平日ランチのとんかつの台かな。ランチのサービスの時間にサービスサラダみたいの、ああいうの出てくるのはやっぱりびっくりですよね。完成ヒレとアジフライです。すいません。いいですか？先置きますね。ロースの中です。ご飯とキャベツおかわりできますよ。お先ください。ありがとうございます。味も美味しかったし、ボリュームもたくさんあってよかったですね。それで2回目も来て、今日も美味しく食べれました。ロースはもう脂がもう乗ってて、他では味わえない脂の甘みがとても良かったです。
ロースとヒレカツランチです。お気をつけください。ご飯第1回です。今のところまだお席に余裕あると思いますけど。いらっしゃいね。ございます。美味しかったです。なんかすごくお肉も厚みがあって柔らかくて、お米がすごく美味しいから進みますね。味噌汁とかも美味しくて、カツが美味しいのはもちろんなんですけど、全部美味しくて幸せな感じでした。ごちそうさまです。ミックスカツライスです。グランドメニューのヒレカツの中のやつです。串刺して成形するんですけど、グラムで切って端っこはちょっと伸びないので、だいたい155から160になるように3つで、私は50から55になるように合わせます。バイバイ。これ
ヒレの小よく出るやつは結構大量にやらなくちゃダメなんで。そんなシーンがあれば本当にいい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。お肉屋さんに言うて、はいなるべく油を取らない状態で持ってきてもらっても、ここ全部油なんで、さあ。はい、どうもーす。その時によってやっぱり少しずつこの大きさも油の量も写真の入り方も少しずつ変わってきますけど、これ一番特大のやつですよ。500オーバーなんで、好きな人はこれしか食べんみたいな人もいるんで、1本で1個しか取ってないんで、リブの方中か、こっちはちょっと筋入っとるんですけど、この真ん中ら辺は
何にもないこの綺麗な感じで柔らかいやつなんで売り切れの時はごめんなさいですけど、常に味を落とさないように意識しながら少しでも多くのお客さんを喜ばせればいいかな。1に1回は、なんて言いますか、うどん屋さんでカツ丼屋さん、はい、カットするのはこれで終わり。本日の日本新潟県産越後牛になります。美味しいよっておすすめされています。福ちゃんです。うまいよ。ピー、かわいい。今日は何組ぐらいですか？来るのが3組、持ち帰りが1、2、3、昼3、夜がデミソースのベースの仕上げが1個あるんで、スモーク1種類。はい。デミソースのルー作りですね。1週間で最初のベースになる部位を取って、いろいろ足しながら引きながら、今日ルー入れて、一応の仕上げて、その後にもう一回寝かせるんですけど、ハンバーグとか一番人気なんですけど、ハンバーグのソース、煮込みのソース、ハッシュドビーフのオムライスとか、ビーフシチューとか、いろいろ作り変えていってますね。今日毎日います。あ、そうですね。はい。学校とか保育所終わったら、そのままこっちに来る感じです。なるほど。地元のジビエとか持ってこられたらそれで作ったり、今年9個。これ一つでこれ40個ぐらい作れるんですよ。あ、そうなんですね。そうです。完全濃縮状態なんで。このカレーも1週間かけてブイヨン取って牛だけのブイヨン春毛3キロでカレーの仕込みしてここでしょ。ここで働いてました。こっち帰ってきた時にバイト頼まれてっていうのがきっかけです。何年ぐらいですか、結婚されて？今年で9年。あ、そうですね。
牛1頭からこれ2個しかないからステーキ人気ありますね。上とかはもう週1頭分ぐらいかな。この部分シャトーブリアンって言うんですけど、シャトーブリアンの部分はヒレステーキで出します。ただただ溶ける感じじゃなくて手でほぐれる感じですよこれ。肉々しさが残ったちょうどいいぐらいの。この後これをこして冷まします。また半分。危ないよ。6年か7年やって店出した。1回で10年やってここに移った。ナナちゃんに会う。福ちゃんです。やばいやつ。他のメニューから食べると手間かかるんで、テイクアウトだけにしてます。サンドイッチ。
ちは温めといてね。前もって単品とかチェックしといてね。いいよ。お待たせしました。はい。失礼しました。煮込みの500グラム。520グラムになります。で、パンチの時気をつけてください。お箸必要になります。美味しかったです。だからやっぱ椅子出さんないのよ。みんな鼻にして寒いんやって。はい、これで OK。お待たせしました。煮込み 120g ライスセットです。こちら置きますよ。次は単品。こんな感じでいいですか？うまいよ。よく来られるんですか？初めてなんです。そうです。
越後牛。越後牛。もも芋入れて。山形牛。はい。ビーフシチュー大盛りいきます。2番。10。まあレモン。ニンニクは3。本日の肉は新潟県産越後牛になります。皆さん来ますんで。美味しいよってサンドさん、はい、おすすめされてます。すごい柔らかくて美味しいです。肉のくせい流ですか？鹿児島全般ね。生姜焼きいきます。はい。あ、いいですね。
5時半です。はい、お待たせしました。240と180です。はい、こちらに失礼します。ミグラ。M は4枚、ミーサー A で、4つあります。3人前盛りです。できました。はい。お待たせしました。ビーフシチューです。本日のお肉は山形牛となります。熱いんでお気をつけください。お待たせしました。特大のエビフライカレーです。熱いんでお気をつけください。9月です。直前まで生まれる日まで。あそうですはい、いつもそうです。退院した日から働いてます。ええそうです。ピー、かわいい。